おはこんばんは、オリーブです。今回はテンショナープーリーのベアリングとベルト類を交換していきます。実は視聴者の方から情報提供いただいてたんですが、6ヶ月ぐらい放置しちゃいましたね。すみません。情報提供ありがとうございます。そしたら作業の方始めていきます。そしたら作業の流れなんですが、テンショナープーリーの取り付け位置の確認をして、取り外し、ベアリングの打ち替え、取り付けをしていきます。車種はエブリーの DA64V6 型になります。リジットラックかけるときに泥よけが邪魔なので外しておきます。外れましたね。で、今回交換するものがこの2つですね。NSK さんのベアリングとファンベルトですね。それとエアコン用のクーラーベルトも一緒に用意するといいと思います。理由は後ほど説明します。ベアリングの方、中身見ていきます。こんな感じのものになってますね。規格がこういうものになります。一応ベルト類と合わせて概要欄に URL を貼っておきますが、間違ってる可能性もあるので、ポンコツオリーブを信じすぎないでください。いろいろ調べたら、これ防水されてるベアリングみたいですね。そしたらまずは車両の前側から下を覗いていきます。最初、下の方にアンダーカバーがついているので、こちらを外していきます。アンダーカバーはボルトとこういうクリップで止まっているので、こちらを外していきます。で、ボルトは回せばいいんですが、クリップはこういうクリップ外しという工具があるので、こちらを使って外していきます。これが実際についているクリップなんですが、2つのパーツで作られていて、この受け側にこっち側のピンをこんな感じで刺してアンダーパネルの方止まってますね。なので、この上の溝の部分にクリップ外しの先端をこんな感じでかませて、クリップ外しを握るとクリップが外れますね。そしたら、ここのクリップ外してみようかな。いけるか。片手は難しいね。割れた。なんとなく雰囲気は分かったと思います。こんな感じです。そしたら、ボルトとクリップの方外していきます。ボルトのサイズは 10mm ですね。割れた。痛い。はい。で、交換したいベアリングの位置なんですが、撮影しづらいので手持ちで見てみると、これ今、サイドミラーで、このサイドミラーの下を覗いていくと、この奥の方、ベルトが見えると思うんですが、ここにベアリングがついてますね。これだけだと分かりづらいと思うので、引きで見てみると、運転席側のミラー横と正面のナンバープレート横をつないだ紫のポイントあたりにテンショナープーリーがついています。今度は矢印の位置と方向でカメラを置いてテンショナープーリーを見ていきます。ここにあるのがテンショナーベアリングですね。拡大して見てみると、このボルトが2つついてるベアリングですね。こちらを外していきます。で、手前側にこのベルトがついていて、奥にこのベルトがついているんですが、この配置だと手前側のクーラーベルトを外さないと、今回外したい奥のファンベルトを外すことができないので、まずクーラーベルトを外す必要があります。なので、どっちみち外すなら、ファンベルトと一緒にクーラーベルトも用意した方がいいということなんですよね。今度は運転席側から潜っていきます。カメラの配置はこんな感じです。ここにエアコンのコンプレッサーがあるんですが、その下の方にボルトがあるので、こちらのボルトを緩めていきます。本当はボルト2つで固定されているんですが、1本はね、折りました。そしたらボルトの方緩めていきます。ラチェットは入らないな。OK かな。そしたら今度は運転席側からボルトを外します。座席の上げ方なんですが、下の方に座席を止めてる金具があるので、そちらを外していきます。まずこのカーペットみたいなのを上げて、ここを拡大して見てみると、こんな感じの金具がついています。で、この金具を手前に引っ張りながら上に上げると、こんな感じで外すことができますね。で、この金具、奥の方にもついているので、そちらも外していきます。ここですね。背もたれを倒して、座席を上げていきます。そしたら、右の方ですね。
ここにベルトが見えるんですが、こちらがエアコンのベルトですね。で、こっち側にボルトが一つと、この影になってるところに、もう一つボルトがありますね。最初にこっち側のボルトを緩めて、その後こっち側のボルトを緩めていきます。ボルトのサイズがここも 12mm ですね。このボルトをラチェットレンチを入れようとすると、こんな感じで、ここのパーツにぶつかって、ソケットが斜めに入ってしまうんですよね。こういう可動式のソケットもあるんですが、結局先端の方斜めになっちゃうんですよね。まあ斜めに差し込んでも回せなくはないですが、ボルトの角が削れちゃう可能性が高くなるので、こういう短いメガネレンチを使っていきます。今メガネレンチ差し込んだところなんですが、こんな感じでコンプレッサーの手前に来るようにかけています。そしたら外していきます。よし、外れた。ここはそんなにきつく締まってないと思うんで、短いメガネレンチでも外れるのかなと思います。あと一度緩んだら、もうラチェットで回しても大丈夫かなと思います。斜めにはついちゃいますけどね。これで、このコンプレッサー、この動きがフリーになったので、今度はここのボルトを緩めていきます。なんか工具使わなくても緩められそうだな。一応ボルトの頭が 12mm です。これでコンプレッサー自由に動くようになったのでベルトを外していきます。これを奥にやりながらベルトを外すと。よし、外れたな。あとはベルトを引っ張ると。そうすると、こんな感じで抜けますね。地面に落ちちゃう時もあるかもしれませんね。よし。そしたらエアコンのベルトは外れたな。はい。で、手前側のベルトがなくなったので、この奥のベルトを外すことができるようになりましたね。そしたら次は、ここに見えてるテンショナーベアリングを外していきます。こんな感じでベルトが通っているんですが、そのベルトを押し付けて、ベルトの張り具合を調整するパーツですね。そしたら、外していきます。上のボルトから外すか。12mm。で、今度下のボルトか。同じく 12mm。最初にベルトを外すか。OK、外れた。そしたら、ここ、完全に外すか。よいしょ。これを外せば外れるはず。これで外れるか？外れた。はい。で、これが外したパーツですね。この短い方のベルトがエアコンのベルトで、長い方がテンショナーについてたファンベルトですね。で、ベルトの劣化具合はいいんだ。こんなもんは。じゃなくて、気になってるのは、このファンベルトのテンショナーですね。劣化具合ですが、シャーって言ってるの分かりますかね？これ、ベアリングが摩耗してるっていうことなんだと思います。裏にはこういうピンがついてますね。で、丸ごとこのパーツ交換してもいいんですが、うちにはプレス機があるので、この中心のパーツだけプレス機で抜いて、新しいベアリングの方に打ち込んでいきます。プレス機なければ、ハンマーで叩いても抜けるのかな。でももし、プレス機持ってなかったら、こっちのパーツ丸ごと買っちゃいますけどね。そしたらベアリングの打ち替えやっていきます。ピンだけ抜いちゃおうかな。結構簡単に抜けますね。プレス機を当てる方向なんですが、こっち側は回すと、この内側の部分だけ回って、反対側は回すと、この縁より内側が全体的に回るんですが、このベアリングより内側だけ回る方にプレス機を当てていきたいと思います。今から打ち抜いていくんですが、本当はプレス機用のアタッチメントでベアリングのサイズに合った金具をここに当てながらベアリングを抜いていくんですが、持っていないので、たまたま持っていた 38mm のソケットをテンショナーに当てながらベアリングを抜いていきます。よし、やっていこうかな。合ってるよ。大丈夫だよな。よし、抜けたな。はい、そしたら取り外した内側のパーツのカバーを外していきます。こんな感じで外れますね。あとは真ん中のパーツをプレス機で抜いていきます。
部品の構成はこんな感じ。色々と突っ込みどころはあると思いますが、カバーが曲がっているのは失敗して曲げてしまったからですね。で、プレス機で抜いたベアリングと画像のベアリングの色が違うんですが、この青い方が古いベアリングです。失敗して撮影し直しているので、時間軸がおかしくなっています。なので、曲がったカバーとかベアリングの色とか気にしないで見てください。そしたら、古いベアリングを下に置いて、新しいベアリングを置いて、このパーツを上に置いたら、ベアリングに打ち込んでいきます。どれぐらい入れればいいんだろうな。こんなもんにしとくか。ここにカバーがつくので、カバーとベアリングの隙間が少し開くように真ん中のパーツ入れないと、回した時に接触しちゃうと思います。はい、これがカバーですね。これをはめて、つけると。まだ隙間空きすぎかな。もうちょっと圧入していこうかな。どうかな。カバーはめて回しても音がしないから、これで OK かな。よし。これで内側のパーツは組めましたね。あとはこの外周の部分のパーツを圧入していきます。まだプレス機で押すので、このカバーは外しておきます。外枠のこの元々ついてた跡を目印にしてベアリングを圧入していきます。そしたらこの外枠にさっき組んだパーツを乗せて、古いベアリングをかぶせて、最後にプレス機のプレートを乗せました。圧入していきます。様子見るか。この綺麗な部分と汚れてる部分の境目までベアリングがいけば元の深さになりますね。ベアリングのサイズと同じサイズじゃないんで良くないんでしょうけど、ソケットを使って残りは押していきます。だいたいいい感じに圧入できましたね。そしたらこの組み上げたテンショナーにカバーをつけて、トントントンって気持ちよさそうにカバーをつけちゃいましたが、まだつけるのが早いんですよね。理由は後ほど説明します。あとは反対側にこの金属の筒ですね。カラーをつけていきます。これで OK かな。動きもスムーズでいい感じに組み上げられたな。あとはボルトを掃除して組んでいくか。はい、そしたら次はベルトをかけていきます。で、この940と765ってあるんですけど、最初に取り付けるのがこの 940L ってやつですね。こちらのベルトをかけていきます。どっちがどっちだかわかんなくなったら、最初に大きいベルトを、次に小さいベルトをかける順番ですね。ベルトを取り付ける前にテンショナープーリーの取り付けるところを掃除します。軽くでいいかな。そしたらベルトをかけていきます。かかったかな。下から見るとこんな感じでかかってますね。はい、ちょっと汚いですけど、ベルト周りをずれ描いたので、今からする作業を軽く説明したいと思います。そしたら今、こんな感じでベルトの方をかけました。今度は、ここのパーツに、このテンショナープーリーをつけていきます。で、テンショナープーリーの裏に、こういう金属の飛び出てるパーツをつけているので、ここの部分を車側の、このパーツの凹んでる部分に、こんな感じで差し込みます。で、差し込んだら、このテンショナープーリーをこういう風に動かして、ベルトを押し付けて、ベルトの方貼っていきます。で、このパーツには上にボルトを止めるところがあるので、テンショナープーリーを貼ったら、その位置で止めたいので、ボルトを締め込んで、テンショナープーリーを固定していきます。で、テンショナープーリーでベルトを貼るとき、手でグッて押すわけじゃなくて、こういうソケットを使っていきます。こんな感じのやつですね。で、六角ボルトが 10mm なので、一番太いやつかな。これを使って、どんなものでもいいですけど、工具に差し込んで、この六角の部分に、こんな感じではめて、ベルトの方を、こう貼っていきます。よし、やろうかな。つけてこう、つけてこう。テンショナー、テンション上げて、つけて。プーリーをはめると。
で、ボルトを仮止め。テンショナープーリーをガタが出ない程度にボルトで仮止めしました。今度は六角レンチを差し込んで、こんな感じでベルトを張りながら、ここのボルトを締め込んでいきます。ベルトを一般的には指で押し込んで10ミリ沈むぐらいの張り具合で調整するって言われているんですが、今回ネットで調べたら別の方法があって、ベルトを張った時にベルトをひねって90度以上回せないところまで張り調整をするとちょうどいい感じでベルトを張れるっていうことだったので、今回はその方法でベルトの方を張っていきます。やりづらいな。そう、今回買ったこのソケットで回そうとするとめっちゃやりづらかったです。なぜかというと、スパナとソケットレンチの間隔が狭すぎて、ボルトを回しづらいんですよね。なので、長めの大きい六角レンチが売っているので、そっちを買って使った方が良かったかもしれません。あと一ひねりでテンショナープーリー固定できるぐらいまでボルトを回しました。よいしょ。よし、一回閉まったから、どうかな。このベルトでひねる方法、実際にやってみると、押し込む方法よりベルトの張り具合がすごくわかりやすかったですね。今後はこの方法でベルト調整しようと思いました。こんなもんかな。一回エンジン回してみる？大丈夫そうだけど、電圧見てみるか。大丈夫だね。そしたら今度はテンショナープーリーを固定するボルトを取り付けます。取り付け位置はさっきまで六角のソケットを差し込んでいたところですね。ここのボルトは上も下も25ニュートンですね。締め付けていきます。OK じゃないんだ。横から見てみると、テンショナーとベルトの位置が片側に寄りすぎているんですよね。なので、この後直して、こんな感じで修正しました。はい。で、動画中盤でテンショナーカバーをつけるのが早いって話をしていたんですが、ここまで調整が終わってからテンショナーのカバーはつけた方がいいと思います。なぜかというと、テンショナーのカバーって、ベアリングを圧入した状態だと多分取り出せないんですよね。で、カバーをつけてる方をプレス機で押すと潰れちゃうんで、片側だけしか押せない状態になっちゃうんですが、それだと片方に押しすぎた場合戻せなくなります。今回はすでにカバーをつけていたので、調整のためにベアリングを一度完全に抜いてからテンショナーカバーを取り外して調整したので大変でした。それとベアリングの中心のパーツを圧入する時の押し込み具合でもカバーが緩くてつかなかったりもするので、そこも調整した方がいいのかなと思います。失敗してカバーを曲げたからそうなったのかもしれないですけどね。そしたら今度はクーラーベルトを取り付けます。はい、さっきはここの黒いベルトを取り付けたんですが、今度はここの青く塗りつぶされたプーリー同士にベルトをかけていきます。765ですね。そしたらまずは運転席のこの辺りからベルトをかけていきます。こんな感じでベルトをかけることができましたね。今度は下に潜ってベルトの方をかけていきます。OK、かかった。はい、そしたら運転席を移しているんですが、このボルトを締めてベルトの張りを調整していきます。今はゆるゆるの状態ですね。軽く手で締めておきます。ここのボルトを手で簡単に回るところまで締めたので、さらに回していくと、ここのエアコンベルトが伸びていって張っていくことができます。12ミリですね。今ねじってますね。こんなもんかな。あとちょっとだけ強めに締めようかな。新品のベルトは伸びやすいので少しきつめに締めましたね。そしたらこの裏にあるボルトを締めていきます。ここも12ミリですね。はい、このボルト25ニュートンが指定の締め付けトルクなんですが、トルクレンチが入らないし、目印もつけづらいので、感覚で締め付けているんですが、慣れてない方は手で回せるところまで回した後、短めのスパナを使って手首で回していって、抵抗を感じてから30度くらい回せば良さそうな感じがします。この後、コンプレッサーの下側も締め付けますが、同じ感覚で締めています。まあ、ボルトを折るようなやつの意見はあんまり信用しないでください。
そしたら、コンプレッサーの下側のボルトですね。締めていきます。よし、OK かな。座席戻して、引っ張りながら、こんな感じで戻すと。あとは、ボルトとかクリップでアンダーカバーを戻したら作業完了ですね。これ外すのも戻すのも、だいたい見ればわかると思います。ボルトはネジ山のあるところ、穴が開いてるだけのところはクリップですね。はい。ということで、いかがだったでしょうか。今回は、エブリーのテンショナープーリーのベアリングとベルト類を交換しましたね。整備って本当にいいですね。さよなら、さよなら、さよなら。